皆さんこんにちは、まなみです。久しぶりのファンデーションレビュー動画なんですが、肌の調子がかなり良くなってブツブツが治ってきたので、本日ファンデーションを塗って撮影をしております。今回はウェイクメイクのこちらのシームレスウェアファンデーションとシームレスクッションをレビューしていこうと思います。でまずこちらのシームレスウェアファンデーションは SPF30PA3+ あって全6色展開です。私は22番のニュートラルを購入しました。後でクッションファンデーションとの色比較も実際に手に塗ってお見せします。商品の特徴を読みますと、かなりクッションファンデーションの方と共通している点が多いんですが、まず毛穴の影を照らして毛穴を小さく見える錯覚効果があって、24時間ダークニングがないアイボリーカラー、シームレスセミマットフォーミュラで浮きや毛穴を目立たせず肌のキメを補正、アラントインやパンテノールなどの鎮静成分が入っています。仕上がりがデイリーセミマットで、内側から光がほのかに放つクリアなセミマット、自生肌、混合肌、インナードライ肌におすすめだそうです。しっとり感が5段階中3で、カバー力が5段階中4となっています。でこちらのシームレスウェアクッションは SPF50+PA3+ あって、こちらも6色展開です。リキッドと同じく22番のニュートラルを購入しました。でここからリキッドと同じなんですが、毛穴が小さく見える錯覚効果があったり、24時間ダークニングがない、シームレスセミマットフォーミュラで毛穴とかを目立たせず肌のキメを補正、アラントインとかパンテノールが入っているのも同じですし、これはクッションファンデーションの方にしか書いていなかったんですけど、 X ファインパウダーっていう微細なパウダーが薄く密着して薄膜かつ毛穴をふんわりカバーしてくれます。仕上がりも全く同じですね。デイリーセミマットでクリアなセミマット、支持肌、混合肌、インナードライ肌におすすめで、しっとり感が3、カバー力が4です。ということで色味を比較してみます。両方とも同じ22番なんですけど、こちらクッションでこちらがリキッドです。リキッドの方が少しだけ明るさがあります。ちょっとサイドが明るいかなっていう感じで、でもそこまで差があるわけではないです。やはり同じ22番のカラーなので、リキッドの方が明るいかなっていう感じですね。やっぱりフローラル系の香りが両方ともして、手に出したすぐの香りは強めです。でも塗ってしまえば今は全然気にならないので、時間とともになくなっていくような感じです。ということで実際に塗っているところをお見せしますが、毛穴ニキビをアップでお見せしていきますので、苦手な方はご注意ください。本日はずっと使ってみたかったこちらのウェイクメイクのファンデーション2つをレビューしていきます。今はこの特典がついているかわからないんですけど、私が購入した時はおまけ付きだったので、こちらを使いながらレビューしていきます。今から塗っていくんですけど、先ほど一度塗ったんですが、日焼け止めの量が多かったのか、この辺りがよれてしまったので、もう一度塗っていこうと思います。で、本日は隣のお家の工事の音がかなり入ってしまうと思うんですけど、ご了承ください。日焼け止めを塗っていきます。スキンアクアヒアルロンセラム UV SPF50+PA4+ です。いつもよりは少なめに塗っていきます。肌のことを考えるのであれば、ファンデーションよりも日焼け止めの方をしっかりとたっぷりめに塗った方がいいと思うんですね。でもファンデーションの塗りを考えると少ない方がいいっていう、どちらを取るかっていう問題なんですけど、今日は多めに塗ったらダメだったので少なめにしていきます。ということで、いつもの2分の1程度の量を塗りました。少しベタつきが落ち着くまで数分待ってからファンデーションを塗っていきます。それではファンデーションから塗っていきます。もしかしたら少し明るいかもしれないんですけど、とりあえず塗っていきます。このウェイクメイクのこのブラシが私は好きで、以前ファンデーションをレビューした時も確かこのブラシを使ったと思うんですけど、ピラフではスパチュラで伸ばしてるみたいに綺麗に塗れるのですごく便利です。これを薄く広げていきます。パフはロージーローザを使って叩いてなじませていきます。やっぱり少し明るめかなですね。色っぽい明るさがあります。で、この辺りざらつきがやっぱりもともとあるからでしょうか、少しパサつきがあります。この小さいブラシでファンデーション取って
小鼻に塗っていきます。このブラシ使いやすいですね。粉のファンデーション塗るのにぴったりではないでしょうか。なんかよくこうやって塗った方が小鼻は綺麗に塗れますよってコメントいただくんですけど、ちょっと撮影中にそれをするのが難しくて、小さい画面で見ると塗るのが大変なので、左手に大きい鏡を持っているんですが、その関係でちょっと大変なんですよね。なのでいつもパフでペペペッと塗ってしまっているんですけど、これだったら片手でも綺麗に塗れます。おでこもおでこは最近ツルツルで調子がいいなと思っていたんですけど、やっぱりここは塗りやすいですね。綺麗に塗れます。顎も調子がいいんですよ。ツルッとしていてブツブツがそんなにないのでいいんですけど、こんなことを言うと荒れてくるので今言っちゃったなって思ってるんですけど、今日は顎の調子はいいです。左側にファンデーションを塗ってみました。おでこはとても綺麗に塗れて、ざらつきや毛穴落ちは一切ないです。鼻と頬は、この辺りのざらつきは少しだけ気になります。人と対面する距離であれば見えない程度なので綺麗で、カバー力はこのくらいあるので、赤みはかなり隠れている方だと思います。でもハイカバーっていうほどしっかり塗れるっていう感じではないので、ミディアムとハイカバーの間くらい、ハイカバーよりかなっていう印象ですね。でもこの辺りとかの赤みはまあまあ見えます。時間が経つとこの辺りの毛穴落ちが気になりそうなんですけど、パウダーをしたら目立たなくなるかな。どうでしょう。後で塗ってみますね。反対はクッションファンデーションを塗っていきます。パフは雫型です。ファンデーションを取って、かなり取れる方ですね。下で調節して塗っていきます。ちょっと毛穴落ちしてしまっているかなっていう気がするんですけど、とりあえず全顔に塗っていきます。そんなに薄く塗れるっていう感じではないですね。やっぱりこちらの色も明るさがあって華やかな印象になるカラーです。ニュートラ22番にしては明るい方ではないかなって思います。両方塗ってみました。個人的には綺麗に塗れているのはこちらのリキッドの方かなって思います。より自然な感じで塗れるのはこちらで、若干クッションファンデの方がよれやすいのかなっていう印象があります。両方ともすごい綺麗に塗れるっていうわけでは私の肌ではないんですけど、この辺りが毛穴落ちしているっていうのを見るとリキッドの方が綺麗なのかなっていう印象です。ただここの辺りは元の肌がざらついてしまっているからだと思うんですけど、それはそのまま見えるので、こちらもこう綺麗に補正してくれているような感じはないです。なので、もともと肌がつるっとしている方はリキッドファンデを塗ったらすごく綺麗に仕上がると思います。こちらもすごい汚いってわけではなくて、毛穴落ちぐらいなので、このまま経過を見ていきたいと思います。ちなみにカバー力はクッションファンデーションの方が高いです。リキッドの方が薄く塗っているからっていうのもあると思います。パウダーはシャネルのプードルユニベルセルリーブレーヌ10番を使っていきます。両方に塗っていきます。
ちらの方がパウダーをのせてもツヤ感が残りやすいので、クッションファンデーションの方がツヤは抑えめかなって思います。パウダーを塗り終えました。久しぶりにこんなにパウダーを重ねたんですけど、すごい両方サラサラなんですが、やはりこちらのリキッドを塗った方がツヤ感が少し残っています。この辺りとか。こちらはそこまででもないんですけど、ツヤ感が残りやすいですね。すごい両方ともサラサラにしてあります。パウダーをのせたことによってこの辺りの毛穴落ちは目立ちにくくなりました。パサつきが増してしまうかなって心配していたんですけど、そのままっていう印象ですね。そこまでひどくはなっていません。なので今パッと見ると、この毛穴落ちが目立ちにくくなったことによってしっかりカバーされているので、クッションファンデーションの方が綺麗に見えるかもしれないです。パウダーを塗る前はリキッドの方が綺麗だなって思ったんですけど、パウダーを塗った後はクッションファンデの方が綺麗です。このまま10時間検証していくんですけど、崩れ方を見ていきたいと思います。こちらは4時間後の動画です。おでこはまだ両方ともサラッとしています。頬と鼻は皮脂の出方はほぼ同じですね。この鼻の横のいつもの皮脂が出てくるところはちょっとツヤっとしているのと、あと鼻もツヤ感が出てきています。他の頬の部分はサラッとしていますが、若干こちらの方がツヤが強いかなっていう気がします。でもビビたる差です。この辺りが少しパサついてきたかもしれません。パウダーを重ねすぎたのかもしれないんですけど、パサつきがあるのと、あとこちらの塗った直後からパサついている部分はそのままです。こちらは7時間後の動画です。少しツヤ感が増してきました。パッと見た感じはリキッドの方がツヤ感が強いので、こちらの方がテカってくるのは早いかなと思います。ただ両方とも少しツヤっとしているくらいなので、そんなにひどくテカったりはまだしていないです。で、よれとかもほぼないので、まだ綺麗で、頬なんですけれども、この辺りの毛穴落ちが少し目立ってきたかなっていう気がします。あとこのパサつきも塗った直後よりは目立ってきてしまいました。時間が経てば皮脂と混ざってあまり目立たなくなるかなって思っていましたが、増しているので、私の肌だとすごい綺麗に保ってくれるっていうわけではないですね。鼻のテカリ具合もやはりリキッドを塗った方がちょっと強めです。ビビたる差なんですけど、7時間後でこれだったら全然いいですよね。鼻は綺麗だなって思います。気になるのは毛穴落ちとパサつきっていう感じで、頬だけ見るとどちらの方が綺麗でしょう。毛穴落ちはこちらの方が目立って、パサつきはこちらが目立つので、引き分けでしょうか。でも肌の赤みはこちらよりこちらの方が見えていないので、遠くから見たらクッションファンデの方が綺麗だなって思います。近くで見てしまうと両方気になるので、遠くから見た時に綺麗なこちらの方がいいかなっていう印象です。こちらは10時間後の動画です。おでこはテカってはいますが崩れていなくて両方とも綺麗で、やはりどちらかというとリキッドの方がテカリは強いです。で、頬なんですけど、ちょっとかゆみが我慢できなくて触ってしまったんですけど、もともとここのざらつきはあったので、それがちょっとひどくなってしまったかなっていう感じで、私の肌だとザラつきが出てくるファンデーションなのかなっていう感想ですね。テカリはやはりクッションファンデーションより強いです。で、あとこの辺りは毛穴落ちがひどくなってきそうかなと思っていたんですけど、そこまで変わっていないですね。鼻も特に毛穴落ちしたりはしていないので、毛穴落ちというよりざらつきの方が気になります。こちらもちょっとこの辺りを触ってしまったので、剥がれているんですけど、リキッドと比べると全然こちらの方が綺麗だなって感じました。ただ、毛穴落ちは塗った直後のような感じでそのまま残っていて、ひどくなったりはしていないんですけど、ちょっと気になるかなぐらいの感覚です。で、こちらも鼻の毛穴は特に毛穴落ちはなくて、
白く目立ったりはしていなくて、皮脂が少し気になるかなくらいですね。ここがどうしても我慢できなくて触ってしまったんですけど、触っていなかったらもっと綺麗だと思うので、個人的にどちらかを買うのであればクッションファンデーションの方がいいかなと思います。顎もやはりこちらの方がザラつきが気になるんですよね。それに比べたらクッションファンデーションの方は綺麗に残っています。一応直していくので、塩ティッシュで押さえていきます。おでこはティッシュオフしたらほぼ元通りになりました。頬も皮脂だけが取れる感じで、ザラつきとか毛穴落ちはそのままですね。この上からファンデーション塗っていきます。まずクッションファンデの方から塗り直します。から塗っているので当たり前なんですけど、ちょっと厚塗り感は出ますが、まあまあ綺麗には直せる方です。毛穴が開いている部分に重ね塗りするとさらに白く毛穴落ちが目立ちますが、このファンデーションが剥がれた部分には、パサつきは見えますが、すっごい汚くなることはなく塗れるので、メイク直しは普通にできるっていう感想ですね。こちらもブラシではなくパフで塗っていきます。ファンデーションを取って、ざらつきがある部分に塗っていくのは不安ですが、やはりこちらも少し毛穴落ちは増えますが、ざらつきはそのまま塗れるっていう印象です。もっとひどくなったりはせず塗れるので、肌がもともと綺麗でツルッとしている方とか、毛穴が気にならない方はメイク直しがしやすそうですね。毛穴の開きが気になるなっていう方は、メイク直しをする際は一度落とした方が良さそうなファンデーションです。もう一度おでこをお見せしますと、おでこは結構綺麗なんですよ。皮脂を押さえるだけでほぼ元通りになったので、ちょっと毛穴が気になるくらいの方であれば綺麗に塗れますし、10時間後でもメイク直しを簡単にしてしまえば元通りになるかなと思います。私はこの辺りの毛穴がかなり開いているので、ここに上から重ねると毛穴落ちして、ちょっとザラつきが両方ともあるかなって思います。リキッドの方がザラつきは多いです。どちらかというと私はクッションファンデーションの方が肌に合っているなって感じましたが、すごい激推しかって言われるとそうでもないかなっていうのが正直な感想です。まだ肌の調子が完璧ではなくて少しかゆみもある状態だったので、この辺りとか触ってしまったんですけど、肌質が似ている方のご参考になれば嬉しいです。リキッドの方の長所は毛穴が小さくて肌がつるっとしている部分には薄く綺麗に塗れます。私の場合はおでこと顎は綺麗に塗ることができました。短所はザラつきを拾ってしまうのと時間が経つとよれてしまうところですね。クッションファンデの長所はピタッと密着する感じもあってカバー力もいいですし、メイク直しもある程度は綺麗にできます。短所は毛穴落ちしてしまうところです。毛穴用下地を併用しないと落ちて白く目立ちやすいかなって感じました。で、私のウェイクメイクのおすすめ商品はブラシ類なんですけど、今回のフラットなファンデーションブラシだったり、あと小鼻用のブラシも良かったです。現在目代わり中ということで単品販売している方もチェックしてみてください。小鼻用はコレクターブラシ811とかがいいと思うんですけど、ぜひ気になった方はチェックしていただけたら嬉しいです。ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。